ちは、メイです。今回はだらしないシリーズを徹底攻略していきます。汚い、そこそこ散らかっている、おしゃれの3回に分けて使い方を解説していきます。今回は中程度のそこそこ散らかっている編です。はじめにだらしないシリーズの基本的な解説からどうぞ。だらしないシリーズを詳しく知っている方は実践編からご覧ください。アプデで実装されただらしないシリーズはリサイクルボックスから手に入るのはもうご存知かと思います。カピバラではオリバーなどがこの家具の持ち主です。この家具割と使うのが難しいんじゃないでしょうか。こういったどこか抜けている家具を使う時にはポイントがあって、それを守ればしれっと部屋に馴染んでいい味出してくれます。ポイントとしては1、散らかり度を決める、2、色を揃える、この2つです。簡単ですね。1の散らかり度に関しては、散らかりが多い、中、少ないの3段階ぐらいで考えるといいと思います。だらしないシリーズは多いほど雑多なイメージを与えるので、おしゃれに使いたいときはポイントで取り入れることをお勧めします。ポイントで取り入れた部屋はまた後日動画にして具体的に説明しますね。2つ目の色に関してですが、今回のだらしないシリーズはめちゃくちゃ優秀です。カラバリがなんと8種類、使ってくれと言っているようなものですね。イエロー、ライトブルー、ピンク以外、部屋に合わせやすそうですね。では早速、中程度汚い部屋を作っていきます。部屋の大きさは 8×10、窓はなし、エントランスは右から2番目、明るさは白で最大の明るさです。環境音はなし。壁紙と床はこのような感じです。ここに壁を作ります。壁と壁の間は1マス開くように調整します。柱を1マスずつ開けながら置いていきます。ここにベッドルームを作ります。肘のダブルベッドにするのですが、まとめるために奥にカウンターを置きます。本日の主役、だらしないベッド。カウンターと色を合わせて一体感を出します。こうやって他の家具と揃えるだけでだらしない感が緩和されます。きっちり揃えて配置している中でだらしない家具を置くと、きっちりした中にだらしない感じが抜け感を作り出してくれます。仕切り壁の間に透けないマイレザを貼るのもインスタでは流行っています。いつもはラグや家具のリメイクで使うマイレザをこういった間に貼ってアクセントウォールにしているんですよね。ここのテーマはファッションデザイナーのアトリエ兼自宅なので、服飾関連のものを置いていきます。だらしない家具を使って部屋を作るときに散らかっていても大丈夫なテーマを選ぶと作るときに楽になります。散らかり度が高い時のおすすめのテーマはデザイン関連やお部屋、漫画家や作家などだと作りやすいと思います。この部屋の場合、中程度の散らかりを表現したいので、フォーマルな家具の中に散りばめるようにだらしない家具を置く、そんなことを意識しています。だらしない家具の近くにきっちりした印象を抱くものを置くということですね。欲を言えばだらしない印象のもの同士で並べればかなりだらしない印象になります。今置いている家具も近くにだらしないシリーズがあるので、かなり散らかっている印象になりますね。散らかしたい時の小物を選ぶポイントは、複数のものが一つの家具になっているものを選ぶといいですね。中程度の散らかり部屋の壁はきっちりと配置します。壁と床でメリハリをつけるイメージです。床がごちゃついている場合、天井の家具は少なめを意識するといいと思います。だらしない家具以外の配置はしっかりと並べることでメリハリがつきます。ここを仕切ります。檻を置いたのは他のパーテーションより奥が透けて見えるからです。入り口側から見た時に普通の仕切り壁だとせっかく飾り付けた場所が見えないので、奥が見えるものだといいですね。せっかく今回はだらしない特集なので、リサイクルボックスから手に入るものもどんどん飾っていきます。ひび割れたメガネを愛用しています。ここにキッチンスペースを作ります。だらしない家具を置くときは暗めの色だとだらしない感が少し緩和されます。それに合わせて周りもこのように同じ色だとさらにセット感が強まります。
現実世界のキッチンは調理台やコンロなどが同じ高さで統一されていることがほぼデフォルトなので、あつ森でも揃えるといいと思います。キッチンの小物類は好きなものを飾ります。現実でも好きなものを置いていることが皆さん多いんじゃないでしょうか。おしゃれなキッチンを維持したいという気持ちがあっても、それを維持するのがとても難しい。ずっとおしゃれに綺麗に保てている方を尊敬します。キッチンが終わったので、次で最後のスペースです。部屋を物理的に区切れないときはラグなので、空間を分ける手法もよく使われています。ラグは部屋の印象をかなり左右するので、アクセントとして使うか同系色でまとめるか難しいところではあります。今回は中程度の散らかり具合にしたいので、あえて同系色でまとめています。もし散らかりをマックスな見た目にしたいのであれば、ラグにアクセントの色を取り入れるといいと思います。入り口側の壁は飾っても正直あまり見ない場所なので、家具数節約のために少なめにしています。私生活では壁に物を飾るのが好きではないので、あつ森ではこれでもかというぐらい飾っていきます。現実ではできない飾り付け楽しいんですよね。ズボラの感じも出したいので、靴下を置いていきましょう。配置が微妙なので微調整します。これで揃って綺麗ですね。完成です。いかがだったでしょうか。だらしないシリーズもポイントを押さえればしれっとなじませられそうですよね。ではポイントのおさらいです。1、散らかり度を決める。2、色を揃える。この2点です。だらしないシリーズを使ってみたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。次回の動画は汚さマックスの部屋です。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。